お酒を飲むとカエル化ならぬヘビ化現象になります。エビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの、異常な行動についてお話をしたいと思います。お酒を飲むとね、だんだんとこの辺にピット器官と言われる温度を検知する穴が開いてきたり、ベロがね2つに分かれたり、手足がなくなったりします。ボールパイソンを飼育する中で、なんかこんな風になっちゃったんですけど、これ大丈夫なんでしょうかっていう飼育のご相談を受けることがあるんですけど、そのいくつかをご紹介したいなと思いますが、異常というのかっていうものではありますけど、ボールパイソンってね、これ結構知らない人もいるんですけど、拒食っていうご飯食べないモードに入る時があるんですね。普通僕らは1日3食食べるじゃないですか。朝食べて、昼食べて、夜食べて、多ければもう一回寝る前におにぎりを食べるみたいなね、生活をするんですけど、ボールパイソンって多くて1週間に1回子供の頃で十分。で、大人になってくると2、3週間に1回とか、1ヶ月に1回とかでもう十分生きていけたりするんです。非常にね、燃費の良い、プリウスみたいなね、電気自動車みたいな生き物なんですけど、さらに燃費が良いモードに入る時があって、餌をね、1年とか食べなくなったりするんですね。どうやって生きてるんだろうって思うんだけど、このことを知っていると、食べなくても今拒食モードなのね、いらないのねって思うかもしれないんですが、知らないと、うちのヘビちゃんが1週間食べてなくて、いや、それ普通ですよ、最初に説明したでしょ。あ、そっか。うちのヘビちゃんが1ヶ月食べなくて、うちのヘビちゃんが半年食べなくて、大丈夫なんでしょうか、なんで生きてるのかわからないみたいな心配を持たれる方がいる場合、それはね、普通のことなんですよ。ボールパイソンは拒食モードに入る時があるんですよということを覚えていただければいいなと思います。とにかく代謝が人間とは違う、生きていくシステムが人間とは違う生き物なので、人間と同じペースで食べなくても、犬猫と同じペースで食べなくても、そういうものなので心配しないでください。できれば毎月とかで体重を測って、極端に体重が落ちているかいないかを確認してあげると良いと思います。体重が減っていなければ大丈夫ということなので。ボールパイソンを飼育するにあたって、うちの子大丈夫なんでしょうか、異常になっちゃったんでしょうかと心配されるケース、その2番目は脱皮不全。基本的にボールパイソンというのは温度湿度がしっかり管理されていて、ストレスもなくて体調にも問題がないという場合は、脱皮をですね、綺麗な一本脱ぎしてくれるわけですよね。頭から始まってこうくる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 って言って、くるくる丸まった靴下のように一本脱ぎしてくれるので、そこをピーって広げていくと大きなね、脱皮柄ができる。これが普通なんですけど、たまに温度湿度が足りていないとか、体調が悪いとか、メンタルが、情緒がちょっと不安定みたいな時は、綺麗に脱皮ができない時があります。そうするとどうなるかっていうと、パラパラした脱皮になったりとか、脱皮の一部が体に残ったりするんです。そういう脱皮しかできない子も稀にいるんですけど、その場合は問題がそれでないんですが、普段綺麗に一本脱ぎしてくれているのに、急にね、その脱皮不全、パラパラしたり、ポロポロしたり、ペタペタ残っていたりすると、どうしちゃったんだろう、病気なんじゃないだろうかっていうふうに心配される方が多いと思います。で、普段綺麗に脱いでくれるのにそういうふうになるっていう場合は、問題ない場合もあるんですけど、問題がある場合もあるので、ちょっと温度湿度とか確認し直したり、餌ちゃんと食べてるかとか、水ちゃんと飲んでるかとか、口の中綺麗かとか見てあげると良いかなと思います。脱皮はね、綺麗に脱いでくれた方が我々としても気持ちが良いというか安心するので、たまにそういうおかしいないう脱皮をした時には飼育環境を見直してあげるといいんじゃないかなと思います。ボールパイソンのうちの子異常なんじゃないでしょうかという心配の相談を受けるパターン3つ目は、日本では神経障害と言われる状態があったりしますね。その神経障害っていうことは僕そんなに好きじゃないんですけど、海外とかだとね、シンドロームっていう症候群っていう風に言ったりしますが、一部のね、ボールパイソンの遺伝子にはその神経障害と日本で言われる挙動がね、ちょっと普通ではないような行動をすることが多くなる。どういう状態になったりするかっていうと、首がね、フラフラするんですよ。今この子はちゃんと持ってもちゃんとまっすぐ水平に移動してると思うんですけど、例えばね、首からさ、操り人形の糸が2つ吊られてるとして、片方切れるとプランってなるでしょ。そんな感じでまっすぐじゃなくて、プランってしたまま餌を食べたりとかで、餌に向かっていく時も目の前に行かないでちょっと外しちゃったりとか、あとは常にひっくり返って首をぐる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 したりとかっていう行動をしたりします。例えばスパイダーっていう種類のボールパイソンにその神経障害が多いって言われたりするんですけど、そういう行動をするからといって
寿命が短いとかどっかが悪いとかっていうのはなくて、挙動自体が普通と違うっていうだけなので、むしろそういう子の方が餌食いが良かったりしますので、神経障害すなわち不健康という意味では全然ないと思うんですけど、でもね、日本では嫌がる人はいます。それが可愛いっていう人もいます。それをどう感じるかはあなた次第なんですが、もし自分が飼育されている子がその神経障害持ち、シンドローム持ちの場合はですね、もうこれはこういうもんと思って一緒に生きてあげたらいいなと思います。逆にね、普段そういう行動をしないのに、神経障害みたいなぐるぐるしないのにそういう行動をする場合は、それは何か病気とかの可能性があるので、病気で例えばそうだな、風邪をひいて喉が詰まってるとか、だから苦しくて上を向いちゃうとか、何らかの理由で空気が悪くて、例えばそのアルコールとかそういうものを密閉されたところに吹いたりすると、やっぱりボールパイソンも苦しくてあーってなったりするから、それアルコールの気化が上手にできていなくて空気がおかしかったりして、そういう行動になったりとかということもあると思うので、普段からそういうパターンの子はもうそういうもんだと思って生きて問題ないと思います。普段は違うのに、なんか最近とか、なんか今急にみたいな場合はどこか見直してあげる必要があるところがあるのかなと思います。何にせよ生き物なので一生正常ってことはないと思うんですね。病気にもなるでしょうし、普通とは違う行動をメンタルかフィジカルかの理由ですることもあるでしょうし、でも生き物できるっていうのはそういうことだと思うので、そうならないように気をつけつつ、なった時には適切に対処していく。そしてそれが本当に異常なのか正常なのか、そういう場合どうすればいいのかっていう正しい知識を得ていくっていうことも大事なことかなと思います。最近はネットとかで情報を取り入れる人が多いと思うんですけど、正しい情報もいっぱいあるんですけど、極端な情報もあったりするので、どれか一つに自分の情報のインプットを偏らせるんじゃなくて、インターネットも参考にしながら、書籍とかも参考にしながら、信頼できる人やショップさん、お店さんにいろんなことを聞きながら正しい知識を得て、ボールパイソンと生きてほしいなと思います。今日は驚くボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの異常、正常、うちの子こんな行動してるんだけどということについてお話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。